音楽ダサいっつってんのお前。違う違うお前殺すぞ。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日はですね、サカナクションになれなかった男古川豊について喋りたいと思います。古川豊、1997年ドーピングパンダを結成。通称ドーパメイニアと呼ばれるファンからロックスターの愛称で親しまれ、ライブの MC ではいつか東京ドームでライブを開催するなどビッグマウスでも知られる。バンドはギターロックにディスコビート、デジタルサウンドを融合した楽曲でインディーズ時代から注目を浴び、2005年メジャーデビュー。ロックインジャパンフェスティバル2006では期間中最多の1万人超えを記録。2008年リリースのドーパメイニアックスはオリコンアルバムチャート18位にランクイン。しかしその後次第に楽曲はダンスロックから難解な楽曲へと移行。フェスにも出演しなくなっていき、2012年に解散。2013年1月にソロ活動をスタート。7月3日に4枚目のアルバムエポックをリリースした。僕もね、生放送で誰かいいのいいアーティスト教えてくれよって言った時に出てこないわけです。ドーピングパンダ古川豊さんっていう名前が。それは僕は非常に悔しい。一体なぜこんなことになってしまったのか、詳しく今日はお聞きしたいと思います。どうぞ。むちゃくちゃな流れだけど。いやいいじゃない。いいじゃない。いや聞いてた感じですよ。セゴリータっていうのはそう朝知恵でミュージシャンを切ってるって噂を聞いてたんです。ということで本日のゲストでございます。元ドーピングパンダ兼古川豊さんでございます。ロックスターでございますよ。むちゃくちゃ失礼なこと、サカナクションになれなかった男。そもそもなりたかったわけじゃないし、サカナクションにデビューもそうなんですか。デビューもこっちが先だから後から出てきたやつになりたいって大概なそのなんかね、サカナクションにどっちかというと邦楽由来の YMO とか、僕は逆に洋楽の当時流行ってたタイシチ80とかフェニックスとかディストーションギターに合わせたらどうなるんだろうなっていう、ある種実験。セゴ君みたいなアマチュアリズムで切られると切るー、切るなー。本当にプロのミュージシャンがイライラしてこれを見てると思うんですけど物申そうかなと。あ、嬉しい。僕のうちですよこれ。ね、本当普通にすごい話ですよこれ。遠いよ。遠かったですよね。持ちたくなさ大宮まで本当に申し訳ない。いや遠い。見てる人ってあれでしょ、いわゆる YouTuber を見てる人中高生とかね。もう多いですね。中高生だとどうなん、ダンスロックって言ったらフレデリックとかでももうちょっと上だもんね多分。いやでもフレデリックだと思います。フレデリック夜の本気ダンスとかなんだ。テレフォンズはちょっと違うかな。テレフォンズはちょっと下だからね。テレフォンズはね、なんかちょっとね、なんだちょっと違うやな。石毛君もそれはいろいろあったからさ、いろいろあったからさしょうがないでしょテレフォンズは。ちょっといろんなところにやけどしないように。テレフォンズになれなかった男だって。違いますよ、サカナクション。いつからテレフォンズになったんですか。言いたいことはあれでしょ、世間に評価されるダンスロックっていうものをそれを捨ててまでなんでそういうことをしたのかっていうことで、それ南波さんの時も同じような同じ甘いというか考えが。だからやっぱ曲がりなりにもクリエイターでチャレンジがしたい。なんで変えたんだろうとは思うんだと思う。そのレーベルとかマネージメントとか、実際そういうこと言われることもあったし、アネッサっていう日焼け止めのタイアップしてたんだけど、あれももちろんそういうものを求められてるからそういうものをするんだけど、焦りがあるよね。同じフォーマットで作れるものって限られてるから、いろんなことやりたい、いろんなことやってみたいからやんないと分かんない。ただね、俺が言いたいのはチャレンジしたから落ちたわけではない。ドーパンに関しては一番の要素は俺の性格が悪かった。とにかくスター性格全然悪くないですよ。今はね。どうだったんですか当時は。まあスタートにそんなひどいことないから解かなきゃいけないっていうのが必死だったから、対バンとかでとにかく喋んないとか集合写真に写んない、そういう方がいいのかなっていうか。かっこいいスターだな。いやかっこよくないんだって。彼らが売れ続けてるのって別に実験的なことしてないからじゃないよ。サカナクションに関して俺が一つ言えるのはやっぱり山口君の声だよね。彼の声と歌がいいから、声と歌が良ければ何でもいいかっていう話になっちゃったけど、結構そうだったですよ。自分じゃ全然納得いってなくて、俺はずっとそれのせいでドーパンがどんどん集客落ちてんだって勝手に思ってた。本当はどうか分かんない。本当にボーカル入れること考えたこともあったし、解散間際。いやそれやったらもうえらいことになったと思う。ちょっと見たかったけど、でもそんぐらいやっぱり壁があって、これみんな言わないけどみんな分かってることで、違う人だって言ったら絶対売れない。ブルーノ・マーズも何でもいいけど、エド・シーラン、それはビヨンセとで、やっぱ声の持つ魔力みたいなのがあって、集客バトルやります、ブリッツやります、ゼップやりますぐらいまでは実はできるの。若さと物珍しさで集まるんでガッと集まるんだけど、そこから残るのって声を持ってる人だけだったりする。これはもうしょうがなくて、だからみんな歌を頑張るんだよね。で俺もどっかでそれをやんなきゃいけないと思って、まだ今も頑張ってるし、なんかやっと最近ちょっと自由に歌えるようになったかなっていう気分なんで、そういうの聞いてほしいんですけどそうリリースで知っております。3秒ぐらいにやりますんで皆さん聞いてほしいんですけど、いやだからそこなんだと思うよ。やっぱ山口君の声はいいもんね。俺古川さんの声もいいと思うけど、そうやって言ってくれる人ももちろんファンはいやそうだし、そこはでも自信持って言ってよかったんだ。自信持ってる。なんでどの口が言ってる。
だからそこをつなぎ止める手段が1個あったとすれば、全部ダンスロックでダンスロックを押し切ればつなぎ止められるかもしれない。いろんなジャンルに手出すと崩壊していくというか、ベースが崩れていく感覚は自分にもあったし、僕もそういう意味ではこれに収まりたくねえって言っていろいろやってるんですよ。ラーメン食いたりとか全然関係ないけど飽きるじゃないですか。飽きるでしょ。飽きる同じだよ。自分が飽きるくせにさ、ナンパさんとか俺に飽きるなって理屈が論理崩壊してるね、完璧にね。論理矛盾もいいとこだよ。こんな正論ないな。でもやっぱ怒るんだよね。やっぱそこでファンになってるから、照明とかもこだわって照明も連れてもらってたの。ちっちゃいライブハウスもライブハウスもだよ。そんなバンドなかなかいないんだけど、最後は照明もうすげえ暗い照明で MC もしなくなって、打ち込みもものすごい減らして。今日一回もスターって言わないから。あ、俺自分のことスターはねって言わないよ。言ってないですか？スター的にはとか言わないよ。言うやついる？どうもスターですみたいなのないですか？芸人のどうもみたいなのを飛ばしてるやつ。バカにしてんの？MC しない、照明は暗い、打ち込みダンスロックやらない、家で聞いてた方がいいじゃないですかってなるよね。もう全くその通りだと思う。だから客がいなくなってくる。最後は結構すごかったもん。意地になってたから、大阪とかで800で、それも2000人ぐらいのライブハウスでやってたのが800まで行ってんだけど、キャパでそこに250人とかいう世界があった。さスモールワールド、世界は回るなあって解散するってなると今度3000人ぐらいとか創刊するんだけど、解散ライブとかね。それはもちろん見たいから。だから当時言ってたこの道は水道橋通橋です。あれは冗談で言ってたんですか？それと本気で言ってたんですか？ファンは多分本気に捉えてたと思う。でどっちもだね。この音楽と自分のこの声でドームでやってるイメージはなかったのね、実を言うと。いや俺も多分聞いてて嫌になっちゃう。いややっぱりね、おかしいでしょ。武道館とドームにまたすごい距離があって、そこはやっぱり本当に一握りどころじゃない騒ぎじゃないわけよ。そのための努力はしなきゃいけないし、思わなきゃ絶対いかないと思ってたし、っていう意味じゃ本気で思ってた。だからあれでしょ、ドーム詐欺だって言いたいでしょ。ドーム詐欺って言いたい。でもドームって言ってるのも詐欺じゃないと思うよ。本田圭佑のワールドカップ優勝と一緒。本気なんだけどビッグマウスすぎて嫌われることもあった。言わなきゃいけないとは思ってたけど、だからそういった意味じゃ本気だったし、じゃあどうすればいいと思う？俺が今からサカナクションになる。ファン目線でもうおしゃれでしょ。おしゃれおしゃれ俺がダサいみたいに言うけどダンスミュージックってすっげえ難しいジャンルじゃないですか。っていうかもうそうでもないよ。簡単だよ。簡単そういうさばっか。当時のハイセンスで今がハイセンスじゃないと、そこちょっと聞きたいな。でも今日いやなんかキラキラさ、キラキラから始まってどんどん暗くなって、でソロになって明るくなるわけじゃなくて、そこからまだ暗くなっていくんだよね。なんでですか？これね、あるあるなんだけど、楽しくて始めてるじゃん。お笑いでも漫画でも絵描くのが好きで、ちょっと評価されて不特定多数というかファンがついたり、楽しくて始めたことが意味を求めてくる。自分がやること、バカボンド現象って言ってんだけどなんすか？スラムダンクはもうエンタメな漫画なんだよ。ただのバスケット漫画なんで、ちょっとヤンキー出てきて、最初だって柔道部に入るかどうかで揉めてたじゃないですか。すげえさ、やっぱさ大ヒットしたでしょ。それまで社会現象があるじゃん。あそこまで行っちゃうとすごく哲学チックになるのね。空をつかむような仕事してるから、そこに意味が乗っかんないと怖くなってくるのね。目に見えないですもんね。目の前のファンが喜んでるっつったっていついなくなるか分かんないし、10年後20年後の不安なんで。もうそれはもうもちろんそうだし、2000万の不安。老後ってことじゃないけど、2000万の不安一問題挟んでくれ。いやありがとうございます。ピンときてないな。全然来ない。お前はどの話もピンとこない長い年月かけてピンとこさせてやるから社会貢献じゃないけど落ち着かなかった。それは今俺がそうかもしれない。自分そうじゃん。全部そうなんだよな。セゴリータは全部自分で陥ってる罠をミュージシャンに押し付けようとする。ミュージシャンがやっぱり薬物にはまるの分かります？まあ俺は気持ちは分かんないけど、ちょっと分かんない。お酒飲んでミックスとかやるとすごい良かったりするんだよね。ってことはとか思うことはある。でもしたいとは思わないし、この国ではインチキをして作ってるもんだから絶対否定すべきもんなんだろうなとは思うけど、なんてこと聞くんだよなんてことを聞くんだ。でもミュージック FM を切ったりしてるのはもうちょっと哲学チックになってる気がする。いやあれはもう単純にムカつく。俺知らなかったんだよね、そもそもが。いやそうね、俺ねそれ言いたいんですけど、音あれ楽業界の人たちミュージシャンが声上げないのが一番腹立つ。腹立つね。いや多分知らないんだと思う。俺散々言ってる、もう散々言ってるし、若いミュージシャンとかは多分知ってると思うけど、俺らぐらいの年齢のミュージシャンあんま知らないと思うよ。Spotify みたいなことがアプリでタダでやれちゃう。だから皆さんが一生懸命ね、夜遅くまで会議されたりとかお仕事されてたりとかする、一生懸命ね、この生みの苦しみですよ、今までのその過程全部が搾取されちゃってるわけですよ。それが悔しい。もちろんけしからんですよ。俺おかしいなと思うのが、撮影はしないでくださいねっていうくせに、なんでそこ言わないんだろうっていう意味わかんないです。撮影はしないでくれ。俺たちがライブにライブライブ俺たちを見てくれよっていうくせに。いやだからでもどうしていいか分かんないんじゃん。止めようがないわけでしょ、きっと。広告主が撤退すればいいと思う。広告があるんだ。あります。広告はそりゃそうか。で広告を撤退させる方法はそれはもう著作権者がノーって言うじゃないと。それこそ本当あれじゃない？サザンオールスターズとかが記者会見開いてみたいなことにならないと、石毛君と俺が記者会見開いてもさ
なんでテレフォンズちょいちょいテレフォンズリアリティがないんだと思う。その配信自体にまだ一番苦労してるのは多分売れなきゃいけない今から頑張っていかなきゃいけないインディーのバンドだったり今売れ始めてる若いバンドとかがユーザーがもう中高生でしょ。だからさフィジカルが全然売れなかったとかってちょっと業界で騒ぎになってたの、バンって上がっててライブは会場は人来るんだけど、リスナーの層がタダで聞くのに慣れちゃってて多分相当搾取されてる部分もあるんじゃないかなとは、まあこれ推測だけどね。そこの人たちが声を上げるのはなかなか難しいんだよね。末端だから言っても売れてても漫画村とかは売れてる作家がやられてたでしょ、きっと売れてない漫画なんか読まないから。でもレコード業界は今から出てくる子はそんなに痛手じゃないわけよ。事務所のレーベル機能で CD 出してたりするでしょ、上のメジャーレーベルの人たちのお偉いさんたちは逆にそれで記者会見開いたらそれ広めちゃうからだから結構大変だと思う。どうしたらいいイライラしてる気持ちはわかるけどでも何とかしてあげないと若いバンドかわいそうだよね。サカナクションかな。サカナクションに言うのはいいんじゃない。山口君呼んだ方がいいよ。サカナクション山口さんそう山繋がってる口君いや俺じゃないですか。つながってないからだってぶん殴ったんじゃなかったでしたっけ。ぶん殴るわけないだろそういうのがよくないよぶん本当に殴ったって言ってたじゃないですか。言うわけないじゃん。サカナクションになれなかったからぶん殴ったんじゃなかったでしたっけ。どんな生きり方してんの北海道でぶん殴違うった違う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 言ってたかどうかも知らない話を俺今からさせられるの俺がスタッフから聞いたのはドーパンの時の古川豊の機材を移動した時につまみかなんかいじっちゃったかなんかで土下座させられたっていう話をしてたらしいんだけど土下座なんかさせるわけもないで顔振りなんだ。そういうの言うんだね。本当にどこにチルやってる別にサカナクションに対して変な気持ちないから俺後藤君とかって多分そういうのすごく意識高いと思うから、が言い出してみんなで声を上げたら変わることもあるのかな。でも難しいかもね。俺さちょっと話変わるけどさ実売数言ってあの人全然売れてないのに噛みついてきたみたいなそうもう最悪な叩き返し方してて、俺らさ音源出すとオリコンで枚数出されるんだよね。ミュージシャンってかわいそうだなと思ってっていう話あそこに着地したの。そうで2ちゃんみたいなとこですげえ売れてないじゃんとか2ちゃん見てんすか。いや2ちゃんは見ないけどびっくりした。見てるのかな。いや見たことないって言うと嘘になる。エゴサしてるそれはエゴサをしてい。ないかって言われるとするよそりゃ。見たら傷つくことの方が多いから嘘。俺もだってあれですよ、古川豊さんでエゴサしたけどすごいみんな好きですよ。でそういうのは嬉しいよね。ライブ見に来てるやつがさ物販ガラガラって書いてる、物販を買うぐらい気持ち入れてライブ見に来たやつがなんでそれをツイートしてるのそれ俺言っちゃう。物販の精度も酷だなと思う。アニマとかすごいっすよ。そうブワー並んで隣のねひどいもんっすよ。いや言うんじゃない今後のじゃあ展望としてはどういうふうに。ああね、そこがもうこんだけだって1時間ぐらい喋って、今使えるところがおよそ2割ぐらいだろうなって思ってますね。8割は飲み会の話みたいな。展望はやっぱり本物になりたいっていうのはずっとドーパンの最後にも言ってて、わざわざこの険しい道を行った結果なんです、でそれ今分かってもらえなくても必ず分かってもらえる時来ますみたいなコメントがあるんで、それは3人の気持ちだったのね。それをまだ続けてるだけなんだよね俺の中じゃ。で今作はいろんな人とコラボとかもしてるじゃないですか、それはなんでなんですか。ファーストが暗くなってもうよりもっと暗くなって本当にライブもしなくなる時期があるのね、そこが本当は解散よりどん底なんだけど自分の中で一回フリーでやってたんだけど、事務所に戻って意味がある興行しかやらせてくれなかった、その時のチームの集客もバンドの時よりもさらに落ちてたから本当にライブさせてもらえなかった、したい時期もあったけど、そうするうちにしたくもなくなってきて、でよく分かんない時期があって2年ぐらいかする理由が自分でも見つからなくなった時期が、本当1年間に3本とかしかライブやらない時期があって、1年間に3本お給料もらってたからそれはそれで幸せだったんだけどやむぐらいやっぱりわけわかんなくなって、それでもお金もらってるから、そこを抜けたきっかけがベースボールベアプレイリスト抜けた時にそこをサポートで入ってツアーを7本ぐらい回った時に人前で演奏したりするの楽しいなっつって、見ましたその記事。そうスイッチが入り直したのがきっかけで、そこからだからメンタルが全然随分遡る感じで、インディの時の仲間とかとハワイアンシックスとかとライブやったりとか、細見君とちゃんと喋ったりとか、あそこでリハビリみたいな感じなんですね。全然もうほぼリハビリに近いからその期間が今で今は結構ナチュラルになってきてっていう自分は幸運だなと思うんだけど、そのでっかい波を無視してもなんか遊びの延長みたいにして始まったドーピングバンダーが本物なんだかって思ったあの瞬間の作業がずっと続いてる感じはある。いやいやそれが多分自分の人生なんだろうなって、でそこを思い悩みすぎちゃったから変なんだけど、今は別に歌うまくなんなきゃいけないと思うし、今でもやっぱそう思うんですね。思うかっ思うこいいよな。俺が気になってるのはカッキーに気になってるけどね。俺だからそのねかっこいいなって本当に思う時言っちゃうんですよ。これ子供なんですよ。若干ダサいと思うよ。カッキーそう今ちょうどいいところで今8割ぐらいカットの話だったのに。だからこれからの展望は東京ドーム目指します。それ本当いうそれなんか夢見させるんだって、いやいや夢見させた人は責任持たなきゃいけないらしいですよ。スラムダンクかよ。夢見させるようなこと言うなよ。伏線回収しなくていいんだよ別に
いやでも本当東京ドーム目指しますよってことをおっさんのジョークみたいになっちゃうけど、それがおっさんのジョークにならないようなところまで行きたいから。でも2回売れたら超すごいけど。そう2回売れたらマジすごい。それはちょっと思う。今見てるキッズたちは動画の全然知らなくそうて、お父さんが聞いてる可能性もあるわけだから、お父さんの CD 見てみろ絶対あるぞ。ここからは瀬古先生に聞きたいんですが、はい、若い子にこれが受けるにはどうしたらいいかなってことをね、お金を払ってでも聞きたいんだけど。もうそれも簡単ですよ。何すればいい？おしゃれ。おしゃれってのおしゃれさがないんですよ。どういうこと？いやそのね、お前今俺めちゃくちゃなこと言ってるぞ。じゃあもうね、お前今めちゃくちゃなこと言ってる。じゃあおっさん臭くなってる。だってしょうがないじゃん、40超えてきて。いやそうじゃなくて、例えば原色ビカビカの服着てた方がやばくない？これはやばい。ファッションじゃなくて音楽ダサいっつってんの？お前違うお前殺すぞ。返す方なんで申し訳ないけど、多分セゴリータ君がダサいんだと思うよ。俺はダサい。俺は正直着てく服が何着てっていいかもわかんないですよ。だからそんなやつに服のこと言われないね。俺のモチベーションは歌舞伎役者だから着物が似合う男でいたいなって。あ、そういう意味ですか？いや、頭こう拭いてるのかなって。違うこうやってぶっすよ。戻れんのかどうかを知りたくなって。この時代に、うん、いや、それだったらやっぱもうちょっと細くなって、そうでダンスミュージックバリバリで、で今ちょっと実験中なんだから、そういう意味じゃだったらもっと行った方がいいっしょ。あ、でも俺なんかすげえバリバリのダンスロックを聞きたいのね。バリバリ聞きたい。今の若い子たちに負けないぐらいのダンスでいてほしい。一回丸くなってからこそのアップなダンスは聞きたいな。だってかっきいし、芸人に。だから今回のアルバムはでもどういう印象だった？もうなんか戻ってきた感じはあるでしょ？もう一度感じはあるけどさ、ねもうちょっと欲しい。うるさいよ。今から売るためにここやってる。いやでもいやもう戻ってきたんだよ。自分でも分かる、自分でも戻ってきた感じがあって、それはなんか昔のバン好きだった人にも聞いてほしいなっていう。まあでも多分時が来ればまたフェスバンバン出るようになるんじゃないかな、古川とか。結構いつですか？わかんない、再来年ぐらい。再来年でも長いな。またなんかやろうよ。ギターでも弾く？弾いた方がいいっつったよね。そうだ、なんで持ってきてくれないのかなと思っちゃったよ。打ち合わせではギター弾いてくださいって言ったけど嫌だって言ったけど、ここの流れでギター弾いたらウケそうだね、確かに。そう。それはごめんなさい。あとはこれは新しい挑戦だと思うけどな。これはいいよ。これはいいぜ。これはかっきいぜ。これはかっきいぜ。楽しみだぜ、ネットがどうなってるか。みんなが期待してるような古川豊のそういうものも作りたいなとは思っております。いいじゃないでしょうか。長く回しましたよ、ね。はい、というわけで皆様、今どんな感じに尺なってるか想像もつきませんけれども、ほとんど使えないところだったような気もしますけれども、古川先生はですね、まだまだ攻めていただけるということなんで、今後の予定は？ツアーが、そうだ、その話をしようと思ってたんだ。そうですよ。ツアー来なさいよっていうことですよね。ようざんすか。よくざんすかだ、ダセえな。本当にダセえな、活気とかよくざんすかって。何がソロになったこれがっていろんな要素詰まってるから、それを見たらまたちょっと感覚変わると思うの。スケジュールの方はこちらに近くの方足を運んでいただいて、こちらやけど覚悟で来ていただきました古川豊さんでございました、ご視聴ありがとうございました。皆様この動画が面白いと思った方、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。そして概要欄に古川さんのですね公式ホームページですとか、今リリースされている音源のですねリンク貼ってありますので、ぜひそちらクリックして飛んでみてください。プレミア公開で見てる方はこっちにチャットを打ってください。それとアーカイブで見てる方も下にコメント書いて教えてくださいね。というわけでまた明日、チャオ。チャオ。